日本の貯蓄金額がどんどん下がっている問題、解決できないでしょうか。できません。家計貯蓄はどんどん減っています。2024年ですが、働き盛りである30代の貯蓄額は中央値248万、平均968万と、ついに平均が1000万を下回りました。これだけ少ないと闇バイトの手を染めてしまう人が少なからず出てきてしまい、治安が進む一方だと思います。物価も上がってますからね。若い人が再生産できなくなってるんですよね。搾取率が高いので。なので、若い人を搾取するのではなく、家計にお金が戻ることというのが何のために必要かっていうので、働きます。税金払います。で、家計にお金が残ります。で、その家計の方で美味しいもの食ったりとか、いい布団で寝たりとか、暖房を買ったりっていうので、働く意欲で、働くためのスキルでちょっと勉強しようとか資格取ろうっていうので、生産性を上げるというので、家計にお金があることによって、労働者の生産性が上がるという効用があるんですけど、残念ながら日本は搾取率がめちゃくちゃ高いので、効用下がりまくりなんですよね。20代でもうなんか睡眠時間も取れないぐらいすげえ働いてるんだけど、なぜか手元にお金が残りません。これ一生続けなきゃいけないのみたいな。で、この仕事別に好きでもないんだけど、みたいなのを、じゃあこれずっと続けてずっとなんか奴隷のように働いてこのまま死ぬので、彼女ができるわけでもないし、結婚もできるわけでもないし、じゃあ、そしたら子供を残すでもないから、じゃあ俺ひたすらなんか馬車馬のように働いて、ただ独身で死ぬだけなので、50代を見ると、だいたい 30% ぐらいの男性って一生独身のも死ぬんですよ。なので、じゃあ僕も30代に入って彼女もいないから、給料も別に高いわけじゃないから、これもう一生独身で死ぬだけだよねっていうのが明確に見えるんですよ。俺の未来ここだわみたいな。ってなると、もうそれは一生懸命頑張ってもしょうがないよねってことになってしまうっていうのがあって、で、この問題が結構アメリカは先に起きていて、白人男性の反乱という形で、寿命が白人男性だけ下がってたんですよ。黒人男性とかアジア系の男性とか、ヒスパニック系の男性とか寿命伸びてるんですけど、白人男性だけ平均寿命下がるっていうのがアメリカで起きていて、アメリカとしては、アメリカというかトランプ大統領が何とかしてくれるっていうので、アメリカの白人男性というのはトランプ大統領に投与したっていうのがあるんですけど、そういう形で独身男性の反乱みたいなのがある程度あるか、もしくは寝そべり族っていう中国でいう結婚するためにはマンションを持ってるやつじゃないと結婚したくないよねっていうのが中国の価値観としてあって、でも一人っ子政策をしてるので男の子はいっぱいいるんだけど女の子少ないよね。不動産でじゃあマンション買おうとするとだいたい3、4千万円必要だよね。でも3、4千万円ないから彼女もできないし恋人もできないし、別になんか多少のバイトをして働くことはできるけど遊ぶためのお金があるわけでもないし、別に将来何かこう頑張ってそれを努力して自分の人生が幸せになるわけでもないので、もうなんか休日はダラダラと寝そべって暮らします。寝そべり族っていうのが出てくるっていうので、白人男性の反乱と寝そべり族と日本で行くニート子供部屋おじさん的なところは結構被るんじゃないかなと思います。独身税っていう罰金な子供部屋おじさんね、っていう感じになるんじゃないかなと思いますけど、10年以内に大地震も来るしね。ちょうど10年前ぐらいだと派遣村みたいなのがあった頃に赤木さんだっけっていう人が希望は戦争っていう形でずっと続く閉塞した日常がこのまま自分の人生で続くぐらいだったら、むしろ戦争みたいなガラガラポン的なものが起きた方がまだ自分の人生に希望が持てるよねという表現をするんですけど、日本が変わるのは地震見持ちと地震待ちってなりますね。地震とか災害とか疫病とかによって既存の勢力ではないところが社会がこう変わることによって流れが変わるんじゃないか期待するみたいなのをなんかねガラガラポンって言うらしいんですよ。知らないでしょ。こうなんかね、社会に閉塞感がある時に、その社会の安定性を崩したいっていう時だけ、なんかね、ガラガラポンという言葉を使うって、ガチャから来てる多分ね。商店街のぐる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 って回して、丸いのがポコッと出てくる。抽選機をね、多分イメージしてるんですよね。だからくら寿司ですね。くら寿司が社会の閉塞性を壊してくれるんじゃないかっていう。英語圏だとグレートリセットって言い方をしますね。グレートリセットがね、日本だとなぜかね、ガラガラポンっていう福引き機、ドラゴンクエストで出てくるやつですね。そういう意味でいくと生産性は低いままなので、これは解消するのはかなり難しいんじゃないかなと思います。いやー、だから難しいんじゃないかなと思いますとかって僕結構言ってるんですけど、反論欲しいんですよね。日本は将来そんなことないよ、絶対うまくいくよって言ってるまともな知能を持ってる人見たことないんですよね。結局綺麗事の熱意とかを
こうがいいよねとかってロマンを語る人はいるんですけど、構造上それできないよねって話をしてるのに、なぜかなんかそんな悲観主義な若者は良くないとか、悲観主義な言葉に耳を傾けるなとか言うんですけど、いやいや合理的な想像の話で、人口どんどん減ってって労働者の再生産もできなくて平均収入下がってて貯蓄額もずっと下がってるんだったら、それは日本人の収入が減ってるわけだから、子供もどんどん持てなくなるよねっていうデータをもとに喋ってるのに、なぜかそういう考えが良くないみたいな、ロマンで解決する話じゃないよねって思うんだけど、ひろゆき霊障だからあいつの話を聞くな的な話になるんですけど、いやいやじゃあ合理的にどうやって解決するのか教えてよって思うんですけどね。失われた30年が40年から50年、構造の問題をしてるのに気分がポジティブかどうかで決めようとするってね。生活保護って結構国民の税金を使われるんですか？はい。75% は国、25% は長寿費だけを負担していて、それも超合付税、公金や国庫負担金で行われるとか、中学の検定教科書も税金を社会の調整面になって財源にならないと世界流ではないですね。調べても元をたどれば国債とか税金とかつって分かりにくいので教えてください。国のお金で生活保護は払われるんですけど、ただ生活保護は基本的には家賃だったり食費でほとんど使われるので、払ったお金がその地域に落ちるんですよ。例えばじゃあ東京都北区赤羽で生活保護をもらいました。じゃあ家賃5万円のとこ住みました。まず5万円家賃として渡します。その5万円はじゃあ大家さんに行きます。なので日本の大家さんのところにお金が落ちますと。で、その後生活費としてじゃあ3万5千円もらいます。食費だったり暖房代だったりとかっていうのを払いますので、その地域で落ちるんですよ。なので5万円と生活費3万5千円でだいたい8万5千円、もうちょっといくか。東京だと10何万円ぐらいいくんですけど、その10何万円というのは実は地域で回るので、むしろ生活保護を多くした方がその地域にお金が落ちるんですよね。直感的に誰かが払ってるお金というのを、じゃあ生活保護的な人が減れば減るほど社会がうまくいくのではないかというのを直感的に思う人は結構多いんですけど、実はその銀行にお金預けっぱなしの人たちが今来ると地域にお金が回らなくなって景気が悪くなるんですよ。例えばじゃあ100人の村というのを作りました。100人の村の98人がひろゆき的なやつでした。で、僕買い食いしません。缶ジュース買いません。レストラン行きません。基本的にはもうスーパーで買って家で料理をして食います。なのでレストランはまず全滅します。で、僕は卵ご飯で美味しいよねって言ってるので、美味しい料理を作るという文化はなくなります。ただ、僕はお金は持っています。稼いでお金はあるんだけど、そのお金は全て貯蓄に回ります。なので消費はしません。で、そうすると、もともとは東京ってレストラン美味しいよねっていうんで外国人とかが来るんだけど、その外国人がバンバン払うお金というのが、外国人だけでは維持できなくて、ひろゆき的な日本国民はレストランに一切行かないので、残念ながらレストランは潰れます。で、ひたすら貯金の額だけは増えていく。レストランもないし、服屋も全部潰れます。同じ服ずっと着てるからね。っていうので、どんどん経済の規模が縮小していくんですよ。で、僕はゲームはやるんですけど、じゃあライブとか興味ないし、別に CD とか買わないし、本とか別になんか電子書籍でよくね、ネットに落ちてるの読めばいいだから、別に本とか買わなくてよくねとか。で、映画とかも別になんかネットフリックスで800円で見れるからネットフリックスでよくねって言って友達のネットフリックスアカウントを使うみたいな。っていうのがあって、基本的にはどんどん経済規模が縮小していくんですよ。で、結果として、日本で物を作っても全く売れないよねっていう状態になっちゃうんですよ。で、別に僕、コストコでもいいんですよ。なので、じゃあ日本で農家に一切お金を払わないで、コストコで海外から輸入したパンとか、レトルトのものとかをバンバン食って、家で美味しいって言って食ってるので、なんで日本の農業も漁業もエンターテインメント産業も全部なくなるんですよ。っていう社会が良いですかっていう話なんですよ。なのでお金をちゃんと日本国内で落とす人というのが一定の割合必要ですよねっていうのを今僕説明しようと思ったんですけど、理解してもらいました。家で料理を作ることができないから定食屋に行ってご飯を食べるという人がいたら、それは定食屋にお金が行って定食屋の人にお金が入って、でその定食屋の人は銚子港で取る魚というのを仕入れなきゃいけないから銚子港にお金を払って、で銚子の漁師さんっていうところにお金が行って、銚子の漁師さんは魚をそうやって取って、で東京の定食屋に送って定食屋が料理を作って提供する。味噌汁に入る具のほうれん草とかは群馬県のおっさんとかが作ってるのをその定食屋お金を払って、群馬県で取ってるほうれん草とかがそのまま魚焼き定食の味噌汁に入る。豆腐は長野かなんかで作ってる人は大豆を作ってるところにお金が払って、でそこで豆腐を作られて味噌が作られてっていうので、日本にお金を落とす人というのが日本国内で一定の割合がいることによってお金がぐるぐる回って産業が回って、日本食って美味しいよねっていうので海外から人が来てインバウンドでバンバンお金を払うっていうのがあるので、なのでお金が回るという構造を維持しなければいけないんですよ。例えばじゃあ生活保護の人が月10万円入ったらほとんど日本国内にお金が落ちるんですよ。
家賃も払うし、飯も食うしなんですけど、じゃあ僕が10万円もらったらどうするかっていうと、海外に投資をします。日本って飲みないよねって分かってるので、オルカン入れた方がいいよねとか、SP500 入れた方がいいよねっていうので、国から10万円もらっても、それは海外の会社に投資するんですよ。なのでじゃあ NVIDIA 投資した方がいいよねとか、Google に投資した方がいいよねっていうので、金持ちがお金をもらって、お金を海外にどんどん投資して、日本の産業はどんどん滅亡していくっていう風になってしまうので、なので入ったお金をすぐ日本国内で使うという人が一定の割合いるんだったら、それはひろゆき的な金持ちに課税して、じゃあお前1000万も年間儲けたら500万円税金で持ってくわみたいなので、僕が年間1000万円儲けても500万税金で取られて、その500万円を生活保護を取ってる富士山とかにあげて、富士山がひたすら納豆ご飯とか定食屋とかでバンバンお金を使うっていう風にした方が、日本国内の産業は回るんですよ。なので金持ちに課税をして日本国内にお金を落とし続ける人というのにお金を回す、生活保護の人にお金を回すということで日本国内の産業が動くというのがあるんですよね。酔っ払って喋ってるのでこの構造が理解されてるのかわかんないですけど、 Amazon で買い物をして Amazon で T シャツを買いましたっていうので T シャツ屋さんが Amazon に納品して、で Amazon から佐川急便の人が届けてっていう形でその配送の人に給料がいってっていうので日本国内で回る。なのでその日本国内にお金を落とし続ける人というのは一定の割合必ずいないと社会というのが産業が維持できないんですよ。生活保護の人っていうのがいた方が実はその地域というのは豊かになるよねという話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。